ワクワクとか惹かれることに行動している時に、最近3回ぐらいちょっと同じことを経験したので、ちょっとそれをシェアしたいんですけど、私はこれをやりたい、惹かれたからやりました。でも、その後でやっぱりこっちにしとけばよかったって言って、それを表現してそっちに変えるんですよね。でまた惹かれました、これやりました。でも後からやっぱりこっちの方が良かったって言って、またそっちに変えますみたいなのが3回ぐらい起きてて、その都度私は私がちゃんと聞かなかったから、本当にやりたかったことをパシッとバシッとできなかったのかなと思って、そのなんていうんだろう、そのあり方を手放してクリスタルに入れて転がすっていうのをその都度やるんですけど、そういうのは連続で出てくるっていうのはなんかビシッとまだ来てない、なんか私がこれをはっきりやりたいっていうことを何かがあって見えないからそうなってるんですかね。それを取っていけばぴったり来るところに行きます、ね、自分につながってくると、もっと自分がどうしたいかっていうのはクリアに感じられるようになります。でも聞いてこなかったのが長いと、ちょっとブレが、それやっぱり疑いなんか使っちゃうと本当に見えなくなるんですよね。一度こうやってみたけど、ちょっと違ったかな、でこっちやったけど違ったかな、違ったかな、結局操縦席に座れないでいると、そういうふうに体験したりしますよね。まずは例えば2つ選択がある、どっちがいいかわからないとき、1つ選択して行動してくださいね。そして違ったなと思ったら、もちろん選択し直すことができます。それがあなた二者選択の2つを行ったり来たりしてたんですね。ですよね。この二者選択の方の結局目的が目を覚ますっていうことは自分に向かっていくことなので、あくまでもその選択して違っていたっていうふうに感じるものもシフトに使うのが大事です。でそれが起きてないと、こっちかな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 って同じところをぐる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 回ることになる。だから目的が、行動自体がね、目覚めるために生き方を選んでいたら、どんなものを選んでもシフトに使っていくわけですよね。例えばこれを選んで、ちょっと違ったかなと思う。そしたらそれをまず手放しますよね。そしてその自分の中にあるものを手放してシフトをして視界を変えていくんです。このシフトが起きてないと、同じレベルでかな、こうかな、どうなんだろうみたいな感じをずっとやることになりますよね。同じところでね。だから目的がね、その行動自体がもう全てが、だから目覚めるっていうのは、行動自体はもう目覚めるための行動であって、成功させるための行動ではないですよね。例えば誰かにつながった方を話すとするじゃないですか。タクシーの運転手さんに話した時に、目的が自分につながって先に行くための目的だと、こっちに意識が来ているから、例えば相手が全然受け取ってくれなくても全く気にならないです。なぜなら自分のために話してるし、自分がつながるために。そうでしょ。で出てきたものは手放してシフトができる。でさらにつながったところで次の段階話せるようになる。だからあなたの中でこっちに出ていく、全てがこっちに行くための行動というか生き方になった時、その失敗感に捉えずに選んだものが違っていたら、違ったかなと思って否定的に捉えないで、じゃあ私はここから出ていこうって言って出ていくことになりますね。そしたら視界が変わりますね。
そうすると引き寄せるものが違いますね。結局は自分の周波数で現実って作っているので、あなたが変化することで見えてくるもの、寄ってくるものは変わっていきます。わかります？だから目的ですよね。目的があなたが目覚めることになると、こういった頭でああでもないこうでもない、こっちが良かったのかな、あこっちかな、こっちかなこっちかなという三次元密度のぐる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 回る、これ三次元密度の生き方なんですよね。わかりました。すごくわかりました。軸がないのでそういうことが起きます。そういうのってよくあるでしょ、皆さんたち。もう夜朝起きながらあれどうなっていうようなそれはここでずっと考えていることですね。だから皆さんたちがこの惑星で三次元密度をフルに使ってここで体験する生き方から出ていきたい、本当の自分につながっていきたいってなった時に、行動自体は目を覚ますための行動になってきます。結果を出すための行動ではなく、目覚めていく行動になります。失敗なんか一つもない。選んだものが違っていたって言っても失敗ではない。あ、そうかそうか、じゃあ私はこの次元を出ていこうってことになるから、失敗なんか一つもないです。目覚めるための行動です。そういう意識の持ち方をしていたら、とどまるということはなくなってきますね。はい、どうぞ。今こう連動してもうすごいシェアしたくなって、はいはい、どうぞ。私昨日泊まったホテルがこの値段出してこのクオリティなのってちょっと来たんですね。あ、これを捉えようと思って、それでこっちにだけ意識を向けてシフトに使ったんですけど、その時にすっごく小さい頃から古く使ってたもの、これを割るんだってもうすごい喜びになって、こっちの形だけにするともう苔がついた岩なんですよ。でそれをもう手放せてシフトに使ったんだけど、もうすっごいなんていうんだろう、自分の中の透明感、すごい次元が変わっていくのも分かったし、そしたらもうそこが素晴らしい場所なんです、自分にとって。その体験の歴史的な終わった体験の素晴らしい場所になっていて、もう景色ももう全然変わるんですよね。もうなんだろう、これが良かったどうのっていう外じゃなく、自分の中がつながっていく喜びと豊かさ、なんかそれが全てだなってすごく今日感動して、なんかすごい連動して、その通りです。本当に自分につながっていくエクスタシーはもう比較にならないです。やめられなくなる、その感動とエクスタシーはね、溶けていく。本当に視界が高く全てが見えてくる。肉体を脱がないで見えてくる。もうそれはもうものすごい豊かさになってきます。彼女は言う通りです。彼女は何をやったかっていうと、もう全て起きていることを目覚めるために使おうという、そういうふうな生き方を始めると、起こしたことに一喜一憂使うんじゃなく、あ、じゃあもう目覚めるためにこれを作り出したんだ、じゃあこれ捉えようと思って、ここで完全に昨日やった胸に手を当てて、初めてかなって思うと初めてではなくて、もうすごい何世紀も使った古いもの、これが外れるなんて、手放すなんて、それができるなんてっていう、もう本当のワクワク感で手放してます。それがここですね。だから上がっていくんですね。本当に今目を覚ましていこうっていう意識にとってみれば、現実は目覚めるためにしか作りません。だからもう無駄なくこういうふうな捉え方をすると、もう今のものではなく、もう何回も何世紀も使ったものを外していけるんですね。そして上がっていける。そうするともう視界が全然変わります。あり方も変わりますという体験を今シェアしてくれましたけど、そういうふうな統合の仕方、それが目を覚ましていく角度となります。 OK。 私たちはね、とてもナチュラルなんですよ、外ありきが。だから行動がうまくいったかなって見るんですよね。
統合ももうこんな部屋にはいたくないなでここら辺で嫌なものみたいな感じで変わったかなって現実を見るわけです。変わってないそのうち否定的になって私のやり方がおかしいのか失敗したのかしらって疑いになってくると、もう本当に黒い霧が出てきますから、もうすごく今までの在り方を体験するんですよね。だから一番大切なのはあなたがどこに向かいたいのか、統合は何のためにやっているのか、この現実を変えるためではないです。それがここですね。ここら辺だともう現実を変えたくて手放そうとします。だからやれども手放すことができないで触れ続けて体験したりしますね。やっぱり意志の明確さが大事ですね。そっちに向かいたいというで、ここに立って外した時に本当に上がっていきます。それが3次元の深い眠りから上がっていく統合の仕方ですね。よかったですね。分かったでしょ。そうこうやってしっかりズームが引けて俯瞰して何をやってたかが分かると、次からは自分がやってることが自分でも見えてくるので選んでいってください。そうなんですよ。本当に軸が当然3次元密度は外に意識を向けてますので、外で一喜一憂の生き方を選んでいるので軸はないですだからこうかな、こうだかな、こうかな、こうなんだろう、そのうちなんか自分で分かんないから人にどう思うみたいな、そういうふうな揺れがある存在の仕方ですね。いい質問でしょ。皆さんここで質問される方にはすごく耳を澄まして聞いてください。すごくいい質問だし、その答えもそうですし、自分の今までの地球での在り方を光を当てていくにものすごくいいですからね。どの人のもとっても大事な、自分にとっての大事なギフトになりますよ。ね。私たちは体を脱がないで目を覚ましていく。